自由にやっていこうっていう風になったっていうところはある感じ。海外のファンもめちゃくちゃ多くて、人気のなんか欲しいアーティストのその手触りというか温かみがこの中に内包されているっていうのはすごくいいし、今回のピックアップアーティストは桑田拓郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。伝統的な陶芸の技術、美学を受け継ぎながら、その枠を超えた独特な表現を持った作品は世界的にも評価を受け、これまでニューヨーク、ブリュッセル、ロンドンなど世界各地で展覧会を開催してきました。安土桃山時代に茶の湯の文化とともに継承されてきたわびさび、不完全なものに美を見出した日本独自の陶芸美学を現代の観点から再解釈し、伝統とコンテンポラリーを融合させる非常に得意なアーティストです。インパクトが絶大な。わびさびというよりもカビみやびぐらいまでいってる感じもありますけど、そもそも陶芸をやろうと思われたきっかけから聞いてもいいですか？ここに行き着いた理由というか。もともとはその大学の時っていうのは特にお茶碗をとかっていう感じではなかったんですね。京都の大学だったんですけど、やっぱりなんか逆にお茶碗とかそういう使うものを作ってたら、先生に「お前そんなことをやりにここに来たのか」みたいな、だからここでは自由な発想をしなさいっていう風なそういう空気があって、で僕も大学の先生が言ってるような感じに感化されてこうやってたんですけど、大学卒業してでそれで職業にしていくって言った時に、やっぱりそのオブジェとか作ってても、こうなかなかこう生活とこう遠くて、焼き物で食べていくにはどうしたらいいんだろうっていうところからいろんな焼き物で食べていってる人をこう訪ねるようになって、でその時にやっぱりこう器を皆さん作られてて、でそれでちょっと大学の先生に紹介していただいた方のところに行って、ですごく作品もすごく魅力的で、だったんで弟子入りさせてもらえないですかっていうことで、でその先生がお茶碗をすごい作られてて、で僕もそこからお茶碗興味持って今もやってるっていう感じですね。ストリートカルチャーに触れてきたっていうお話ちょっと聞いたんですけど、中学3年生とか、高校生の時からちょっとそういうなんていうんですか、ストリートダンスにちょっと興味持ったりとかして、弟子入りしてた時にいわゆる焼き物らしい焼き物を作ってたんですね。でそれを当時ダンスやってた友達とかにこう見せたりとかした時に、なんかそっけない感じだったんで、その辺から自分らしい何かを加えることで、その焼き物の人にもなんか面白さを残しつつ、そのまた違うジャンルのっていう、友達も喜んでくれるもうきっかけはそこですね。でそこがだんだんエスカレートしていったりとかしてっていう、もっと自由にやっていこうっていう風になったっていうところはある感じ。でもこれもいわゆる伝統的なその工法を通りながら、その後を桑田さんがどんどんアレンジしていってるみたいな形になるんですか？そうですね。岐阜県でその美濃焼って言われる焼き物があって、千利休とか、茶の湯という文化がわっとなった安土桃山時代とか、でその頃にその今僕が住んでる岐阜県のエリアでお茶碗っていうものが焼かれてて、で篠焼とか、織部とか有名なのがあるんですけど、伝統的な様式の焼き物っていうのが今もあって、で僕もそういう地域にいてそういうものがすごく好きになって、でそこから自分なりにそのコピーじゃないんですけど、そういうものをこうやってるうちにちょっと自分のオリジナルにしたくなってきて、そういう制作の中で見つけたテクスチャーだったりっていうところを友達とかにもこう分かりやすくみたいな感覚でやってるっていうところなので、ちょっとそういう伝統的なところは僕の中では入ってるっていうふうに思ってるっていう感じです。結構みんなまず土選びでものすごくこだわるじゃないですか。例えばそういうのってどういう選び方になるんですか？回転体のろくろをよくこういうものを作る時っていうのを使うんですけど、その時にろくろでこう指を土にズボッと入れた時の
感触だったり、こう土がこう広がっていく感じとかでフィーリングが合うかどうかとかっていうところとかで産地なので、そういう意味ではいろんな土が集まってきてるんですね。日本のそのエリアで採れた土だけじゃなくて、やっぱ量産の町なんで、海外からすごい輸入されたりとか、そういういろんな土がたくさんあるんで、その中からチョイスしてる感じですね。こういうなんか巨大なそうですね、こういう作品を作られてるんですけども、ちょっと想像を絶しますよね、この大きさが。窯を作ってるぐらいそうですね、結構大きいスペースで展示するようになって、現代美術とかそういうところで展示させていただくようになって、やっぱりスペース見てどういうものが自分で作りたいって想像するようになって、その中で小さなものじゃなくてもっと大きなスケールで見せたいっていうところから大きくしていってっていうところですかね。そうですね、もう世界中に今コレクターがいて大人気で、これはマグカップですね。かわいい。大人気のマグカップ。欲しい。これはもう生活に一番近いものって感じですかね。まあもちろんこういう日用品もあれば、こういうものもあって、そしてさっきのような、まあいわゆるもうアート作品としか呼びようのないものもあって、もちろんそこを自由にこう遊んでるというか、言ってるんやなっていうのは思いつつ、陶芸ってこう思った時に定義とまでは言わないですけど、なんかこう思うものってありますか？一見メタリックだったりとかするんですけど、土って冷たかったりとか、なんかこう変化があって乾いていったりとかで、それでひびが入ったりとか、なんかそういうなんかプロセスがすごく重要で、なんか生っていうか、生々しい感じを感じながら、土も匂いしますし、なんかそういうのを感じるのが焼き物っぽいっていうか、お日様が昇ってなんかこう一つのこう日が暮れてっていう、改めてそういうなんか感じさせてくれるようなものっていうか、なんか自然っぽい感じのことが陶芸ってものだなって思ったりとかしてて、桑田さんの作品って海外のファンもめちゃくちゃ多くて、ハイブランドとコラボされてたりとか、そういう影響で海外のコレクター多いんですけど、国内と海外のファンのその反応の違いとかってこう感じられたりとかしますか？日本の展示したりしたら、カラフルなのバーッとこうちょっと目がパチパチするような感じのものを展示してたら、やっぱりいわゆる焼き物らしい焼き物っていう言い方が正しいのかどうか分かんないんですけど、そういうのを好まれる方も結構いらっしゃる中で、そういう方がお店入った時にもうすぐ出ていっちゃうみたいな、私こういうの無理ってできないですよね無理って言われて出ていく方が結構いらっしゃってて、ただ海外行くとあなたはすごいシンプルなことやってるねっていうふうに言われることがあって、だからすごいこうテクスチャーもシンプルだし、そこに色を単色をペタッとやって、あなたは表現したいのはこういうところを誇張して見せたいんでしょとかって言って素直に見て、そういう違いはあるかなっていうのは思ったりはしました。やっぱりその茶の湯の歴史というかね、どうしても前提が結構頭にあるから、そういう意味ではそのシンプルさっていうものが訴える強さっていうのが絶対あるんだな、今の話聞いて思った。ちょっと最後にこれからの展望というか、なんかもしあればお伺いできればと。こう日が昇って暮れていくっていうサイクルっていうところを大切にしながら、結構見過ごすことって焼き物って多いと思うんで、やっぱりそう見過ごさないように、何気なくこう変化をちゃんと感じれる自分で いながら、ただでもそこではまりすぎちゃうのも良くないんで、やっぱりそれと、今自分がこの時代に生きているところっていうのをうまくこう自然にこうやっていくっていう、そういうスタイルをずっとやれたらいいなっていうふうに思いますね。それのいいサイクルで、それで結果的に喜ぶ方がいてくれないと僕も生活していけないんでそういうのがずっと続いていけれるっていうのが、僕の希望っていうか夢みたいなところがあるっていう感じですかね。なんかこうやっぱ一見あまりに人工物に見えるこの色味とか、その作りだったりするものの中にその土っていうものを感じて作っているっていう、そのやっぱりアーティストのその手触りというか温かみがこの中に内包されているっていうのがすごくいいし、その土から生まれたものがこ
こういうなんていうかメタリックだったりだとか、さっきのビビッドな色になってたりという、なんか今っぽいって思った。いや本当に楽しいお話ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回のピックアップアーティスト、桑田拓郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。